前回は、横浜駅東口の日産ギャラリーを巡ってみました。今回は、ホテルアソシア新横浜で朝食をとったので、新しく開業した東急新横浜駅から東京方面に向かいます。ようやく、荷物を東京駅のロッカーに預け、上野公園に到着しました。ちなみに、この日は桜が一番満開の頃で、外国人の観光客の姿も数多く見られました。園内には、このように屋台もありましたが、ダイエット中なので、食べるのは諦めました。本当に、満開の桜は美しすぎると思います。それでは、これから次のスポットがある渋谷駅に向かうため、上野駅に戻り、山手線に乗車です。やっぱり、山手線に乗ると帰ってきたなと実感します。それでは、ようやく渋谷駅を下車したので、目的地がある渋谷パルコに向かいます。おなじみの、マルキューも見えており、いかにも渋谷に来たと実感しますね。ちなみに、まだパルコ自体は営業開始前なので、外にあるエスカレーターや階段を使って向かいます。ようやく、目的地に到着しました。こちらが、世界的人気の、任天堂東京というキャラクターグッズショップです。任天堂が開発したゲームのキャラクターグッズや、ゲームソフトなどが販売されています。かわいい、絶景もいました。隣接して、こちらも世界的人気のポケモンのショップもあります。こちらのミュウツーはインスタ映えスポットとしても有名です。この時期は、春休み中でしたので、このようにたくさんのお客さんが楽しんでいただける展示もありました。初代ゲームボーイのポケモン、懐かしいですね。こちらでは、最新作の3匹のポケモンが展示されております。もちろん、実際にゲームでこちらの猫を選んだので、早速撮影してみます。こちらも、インスタ映えスポットとしておすすめします。次回は、いよいよ東京駅周辺のスポット巡っていきます。お楽しみに。
興味を持った方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。